こんにちは、笠尾です。漢字でわかる絵画と絵本の絵の深読み教室始めていきたいと思います。このチャンネルでは絵本の絵の深読みをより楽しくしていくために知っておくということですね。テーマごとにまとめ、さらにその具体例を素敵な絵本から引用してですね、ご説明しております。さらに、引用した絵本、多分皆さんご興味持つと思うんですよ。ですので、その絵本をさらに深読みしたいというような時のために、ヒントになるような質問ですね。こんなこと注意してみて、これ一体どうだと思いますみたいなような、そういう質問をですね、まとめて動画の後半の方にご説明したいと思うんですね。これはですね、概要欄の方にも書いておこうと思いますので、この動画見終わったら、そちらの方を見ていただければと思っております。さて、この深読み教室ですね、もうだいぶ続いてきまして、第1章、表紙について、第2章は世界観について、そして今やっているのは第3章、象徴についてなんですね。象徴、天皇は日本の象徴であるというように、そのものを使わなくても、こちらで代表して、紹介できるというか、これを見たらこのことをなんとなく、イメージできちゃうよね、というようなことですね。ですので、象徴するものと象徴されるもの、そういうものっていうのはお互いに連想関係にあるわけじゃないですか。で、この連想ですね、絵本の中では非常によく使われるんですよ。ですので、その連想関係、特に今回はですね、形です。形が似ているものを連想でつなげていく。そういうようなことで作られている絵本っていうのが、実はね、結構あるんですよ。特に絵でつなげていきますから、字のない絵本に多いんですね。そういうことで、まずはどんな絵本があるか、それをちょっとご紹介していきたいと思います。こちら、有名ですね。腹ペコ青虫で有名なエリック・カールの絵本です。これね、形でどんどんつながっていくんですね。で、ざっとどんなお話かと言いますと、ここに黒いバイオリニストの人がいますよね。今、バイオリン弾いてますね。で、この人がステージに出てきまして、音を奏でると。そうすると、こういう色のですね、いろんな形がっと出てくるんですよ。で、それがだんだんと形になりまして、例えばこんな、これ顔に見えますよね。で、顔みたいなものがなって、でこちら側は暖色だからなんか太陽っぽいですね。で、こちら側は寒色、ちょっと冷たい感じで、しかも三日月みたいじゃないですか。だからこういう形でから連想できてきますよね。これ月ですよとか、これ太陽ですよとかって言わなくても、連想で気づきますよね。で、これがですね、音楽の流れとともに、いろんなものになっていくわけですよ。これ、月。だけど、これがぐーっと横になっていくと、船みたいでしょこうなると。で、これがぐーっとなって船みたいになったりだとか。で、これ、太陽ですね。太陽がもうさんさんと、こう、照ってると。で、そこのところに、今度雨が降ってきたりとか。そういういろんなものがね、できてきて、この丸っていうものからいろいろ形が変わっていくと。で、そのバリエーション、色もいろいろ豊かになって、最後はですね、この黒いバイオリニストがすごい鮮やかな色に変わっていくわけですよ。そういうようなことを絵だけで表現していく。絵だけで表現できそうですよね。そういうような楽しい絵本なんですね。で、このような形の連想でですね、つなげていく絵本というのは結構あります。ですので、そういう目で絵本を探しをするというのも面白いと思うんですね。で、今回はこういう明るい絵本ではなく、ちょっとシリアスな絵本をご紹介したいと思います。こちらです。イエローバタフライですね。この女の子が見つめている先、この黄色い蝶ですね。指の先に止まってますね。で、よく見ると、なんか服着てないみたいですよね。なんで服着てないんですかね。で、この女の子ですね、実はウクライナにいるんですよ。で、ウクライナ、ロシアが攻めてきてますね。で、そこでもう非常に苦しい目に遭っている。もしかしたら、家族だとか、知り合いの人とか亡くなられたりして、それがトラウマになっているかもしれない。そういうような厳しい状態なわけです。ですから、このウクライナのお子さんたちは、トラウマを引きずっていたりだとか、もうリアルにいろんなお母さんいなくなっちゃってたりだとか、そういういろんな人がいるわけですよね。で、
そういう現状を知ってもらいたいもあるし、そういう子どもたちのために希望を与えたいということで、この絵本は作られています。で、これはですね、オレクサンドル・シャトキンさんですね。レッドコメットプレスというところから2022年に発売されておりまして、日本語版としてはですね、講談社さんからイエローバタフライというタイトルで、オレクサンドル・シャトヒンさんということで、出版社講談社さんですね、出版されております。字のない絵本ですから、どちらも読んでいただくと内容的には変わらないということになりますね。で、この絵本ですね、そういう厳しい状況の中で、自分の暗い気持ちじゃないですか。もう絶望ですよね。もう何が起こるか分かんない。そういう絶望の世の中から希望を見つけ出さなきゃいけない。希望がないと人間生きていけないですよね。ですから、じゃあ絶望の中から希望を見つけるというのはどういうことなのか。そこでですよ。そこで形の連想ですよ。こんな気もめいるようなものが同じ形でだんだんと希望になっていったらどうですか？なかなか素敵ですよね。で、そういう部分が、じゃあ一体何が連想でつながっているのか。そこの部分を、引用というかですね、私の絵で引用しながらちょっと皆さんにご覧に入れたいなと思うんですね。で、今お見せしたのがここの部分ですよね。で、これでですね、まず最初、これが出てくるんですよ。なんだかわかりますかね、これ。有刺鉄線ってやつですね。バラ線ってやつですね。トゲが出ている、線っていうか、なんですかね。金網みたいなものが、トゲトゲの金網みたいなのができるわけですよね。で、これがずっと一本だけってことないじゃないですか。これもともとは、羊さんが、あれここには行かないなっていうことに、牧道さんが気づいてですね、よくよく見たらバラがあったんですね。じゃあバラと同じようなものを作ればいいやって言って針金でこんなトゲトゲをいっぱいつけていったら、羊さんは逃げられなくなりましたという、まあそりゃそうだろうみたいな気もするんですけども、そういうことでできたバラ線ですね。でこれなのでいっぱい張り巡らすわけじゃないですか。時間が経ってぐにゃぐにゃんとかになってくるとまっすぐのやつが歪んだりしていきますよね。で歪んだりしていってこんな格好になっちゃったりもするかもねっていうことですね。グリグリグリとか言って。とこんなになったりすると、これ蜘蛛の巣っぽいですよね。こんなトゲトゲで、もし何かが引っかかったらここに来ちゃうっていう、機能的にも蜘蛛の巣っぽいじゃないですか。で、そんな蜘蛛の巣みたいなバラ線から連想するものって、蜘蛛ですよね。で、特にですね、この一個一個、これも虫みたいでしょ。雲8本足ですけど、これもですね、この一個一個が大きくなっていったら、これみんな、なんですかね、雲みたいな感じになっていったらっていうことで、雲なんですね。この絵本では最初にこういうバラ線の一個一個が出て、ここに注目してね、みたいになるわけですよ。でそれいっぱいになるとこうだよね。歪んでくるとこんな感じだよね。で、その中で一個だけでかくなっていったりしたら、蜘蛛の巣で蜘蛛がいて、こんなになるよね、と。で、こいつがですね、この子を追いかけてくんですよ。追いかけてくる。で、わあ、大変だーって逃げていくわけです。逃げていって、でももう逃げきれないっつってバタンって倒れるんですね。で、バタンって倒れるんですけど、何も起こんないんですね。で、目をこうやって開けて見ていくと、そこには、蝶がいたんですよ。黄色い蝶。希望を感じたんですね、そこで。で、この蝶がひら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 とかって飛んで、私の後をついておいで、みたいな感じで呼ばれるんですよ。で、女の子はこの蝶に連れられて、その場から移動していくということになるわけです。で、最初に出会うものが何か。それがこれなんですね。これは私の絵だからわかんないかもしれないんですけど、これ戦車止めなんですよね。鉄骨でこんな形であって、これ戦場に置かれてると。
で、ここまで戦車が来たらもうここにぶつかっちゃうと、もうこの先なかなか行けないねっていうものですね。で、これもですよ。似てません？さっきのバラ線に。これ、似てますよね。で、この形を、これに、今度は変えていくと。ですから、ここまでは戦車が来て、この先行けない。で、この先行けないっていうところに実は女の子いたんじゃないですかね。なので、まあ、その危ない雲みたいなやつも、もしかしたら、彼女の恐怖によって生まれていたものかもしれない。でも、こんなところで怯えていつまでもいたらダメだよ、みたいなことで、もしかしたらですよ、これ私の勝手な解釈ですからね。だとしたら、ここから先にですね、この黄色い蝶が私についておいで、勇気出しておいでっていうわけですよ。それで、ここから先に行くと。で、この先は先ほども言いましたけど、もう戦争で大変なことになっていると。ね。だから、こういうおじさんがいてもですね、この人もね、死んじゃってんです、多分。これも私の勝手な解釈なんですけど、多分ね、死んじゃってんじゃないかと思うんですよね。で、このおじさんの胸のところ、蝶のマークが中抜きになってますよね。白くなってますよね。で、こっちの蝶は女の子を連れてきた蝶なんですよ。で、ここの蝶はこちらに来て女の子のとこ行ったんですね。つまり、このおじさんはもう死んじゃっているんだけど、おじさんが持っていた希望、夢、そういうものが蝶になって生きている彼女のところに集まったということです。で、こういうことがですね、先ほどのこの先に行くともう皆さん多くの人が亡くなられたりしていて、いろんなこの亡くなられた人の希望がこの女の子のところに集まっていくんですよ。それでこの女の子のところにいっぱい集まった希望が一体どういう形になるかというと、こんな羽になるんですね。で、この羽になって彼女は、希望を見出していくと。で、もともといた蝶ですね。この蝶に連れられて、みんなの希望を羽にしていくと。ですから、一個一個の羽がたくさん集まって大きな羽になっていると。だから出てくるもの、すべてがですね、みんな大元をたどれば、あら、行き着きた。この形ってことですよね。で、ちっちゃな蝶もこの形。大きな蝶もこの形。すべてがこの形をうまく使って、ここからの連想で出来上がっている絵本だということなわけですね。なんとなくですね。なんとなくこの絵本の内容も見えてきてるかなと思うんですよね。で、その内容を全てつないでいるのが形の連想だということになるわけなんですね。さて、最初にお話ししましたように、この作品をちゃんと理解していく、しっかり理解していくためのヒントとなるような質問、それを8個考えましたので、今からご紹介しますね。まずですね、第一見開き。これね、開くじゃないですか。開いていくと、第一見開きが真っ黒なんですよ。真っ黒。真っ黒といっても、本当に真っ黒なのではなくて、ちょっとこう模様というかね、シミっていうかね、そういうものはあるんですけども、まあ基本黒いんですよ。じゃあなんでこれ真っ黒なんだろうなと。どんな意味があるのかな。そもそもこの黒って何っていうようなことを考えていただきたいなと思います。それが1番。2番目。2番目がですね、この先に現れる小さな黒い粒。今真っ黒って言いましたよね。今度その先にですね、こう鉄格子とか出てくるよ。鉄格子じゃないや。有刺鉄線とか出てきますよね。それ黒で書かれていくんですよ。書かれていくんですけど、真っ白の上にそれが書かれているのではなくて、ちっちゃな点々がですね、ノイズのようにバーッと出てくるんですね。じゃあ一体そのつぶつぶは一体何を意味しているんだろうということをちょっと考えてくださいということですね。では3番目。3番目ですね。出てきた黒い雲。これ一体どこから来たんですかねと。私ちょっと動画の中で言ったかもしれないんですけども、この雲一体何がこうなったのって。いろんなこう連想で出てきますよねって言っていて、
ではそれどこから来たんですかねっていうことをですね。4番目。これね、女の子、最初言いましたけど、これなんで裸なんだと思います？不思議じゃないですか？なぜ女の子は裸なのでしょうか？これが4番目ですね。5番目。12見開き目。これね、結構長いんで、その12とか14見開きとか、まだまだ先あるんですよね。で、12見開き目と14見開き目。そこ行きますとですね、こう開いて、こっちの端の方が、なぜか色が違うんですよ。わざわざ、このね、端の方だけ変えてると。ページ変えてもいいじゃんって思うんですけど、そうはしないで、わざわざそうしている理由は何だと思いますかっていうことですね。さて、この話進んでいきますと、もう戦争ですからね、こうミサイルズボンズボンとこう入ってたりするじゃないですか。で、こう爆発してないミサイルこう刺さってるのがあって、で、それをですね、女の子と蝶が一緒になってこう抜くんですよ。グググググググって。で、抜くと、そこから蝶がうわー、黄色い蝶がうわーっと出て、それが先ほど言った羽になっていくわけなんですけども、この蝶、一体どっから来たのか、またはなぜ現れたのか、そういうことを考えていただきたいと。7番目。7番目ですね。さらに先行って21と23見開き。これもですね、やはりこう開いた時の右側ですね。右側がちょっと違う絵になってくるんですよね。で、これこの作家さんの一つの技術っていうか、テクニックなのかもしれないんですけども、そういう形で絵本を、うまく、展開していくということをされているのかもしれないんですけど、それ一体どういう意味があるかとか、それを考えていただきたいなと思います。8番目、最後なんですね、これが。これがですね、22開き目。今、21と23で右側がちょっとって言いましたよね。間抜けてますよね、22が。で、22見開き目のところから女の子がですね、こう開いていくと普通物語ってこっち行きますよね。だけど、22開き目からこっち来るんですよ。こっち側に歩いていくんですよ。それはなぜでしょうかねと。それを考えていただきたいと思うんですね。この8つをですね、考えると、かなり深いところまでこの絵本が理解できると思うんですね。で、今ですね、私がいろんなこの深読みのための教室っていうのをやってるんですけども、そこでもこういうような形で毎回質問して皆さんと議論しながら、場合によっては皆さんの方が気づいて、私が気づいてないことを気づいていたりとかですね、結構楽しい回になるんですよね。で、それと同じようなことを私がいなくても、このビデオを見ながらやっていただけたら面白いなと思っておりまして、こういう質問をご用意させていただきたというわけですので、これ、ぜひですね、もし持っていたらそのまま見ていただければいいし、持ってなかったら買っていただいて、日本語版でも英語版でも買っていただいて、それをこの質問をですね、頭の隅に置きながらこう見ていくと。で、できたらコメント欄とかにですね、書いていただけたらもっと嬉しいなと思うわけであります。いかがだったですかね。こんな形でですね、これからも私がここを注目していくといいよっていう項目を挙げ、それを引用できるいい絵本を見つけて皆さんにご紹介し、その絵本をさらによく読み解くための質問を紹介していくというようなやり方で、この絵本の深読み教室続けていきたいと思っておりますので、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしたいと思っております。では。